こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書、いるもの、いらないもの。40代ミニマリストの国不足ない暮らしは、着者家、半口優子による物をけねらし、心地よい生活を実現するための実験的なガイドです。40代という人生のステージに立ち、家族や諸事後、自分自身と向き合う中で、何が本当に必要で何を手放せば心と暮らしが軽やかになるのかを自分の経験から丁寧に追っています。ミニマリストといっても決して期限まで物を減らすストイックな生活を推奨しているわけではありません。むしろ自分にとって必要なものと不要なものを見極め、自分らしい豊かさや心の余白を大切にするスタイルが特徴です。アバコチ率は生活感や忙しさに流されがちな40代の日常の中で新聞夜間に過ごすためのヒントや工夫、そして家族やパートナーシップへの影響についても具体的に紹介しています。読むだけで背中を押されるような、すぐにでも試してみたくなる實用的アドバイスが満載で、ミニマリズム初心者から経験者まで幅広い読者に寄り添った一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自身の持ち物を見直すことの意義。佐口優子はまず、持ち物を徹底的に見直すことの重要性を説いています。何気なく溜まっていく日常のヒンジならはいつの間にか部屋を埋め尽くし、生活動線を遠い精神的な負担にもつながります。本書では彼全体を一気に片付けるのではなく、一箇所ずつ転せするに自分にとって本当に必要かを基準に理じ分ける方法が紹介されています。このアプローチによって所有物への執着や漠然とした不安をなんらげ、自分自身のちょうどいいバランスを見つけることができるのです。特に家族と暮らしている場合、他人の持ち物に空座しせず、自分の持ち物から始めて変化を実感する工夫も提案されており、名続きする仕組み作りにも役立ちます。次に、40代ならではのミニマリズムへの気づき。本書の特徴は、40代という年代でのミニマリズムへの気づきや価値観の変化が丁寧を描かれている点です。若い頃は物語や流行に流されがちだった著者も、家族の在り方や仕事、自身の健康や将来への不安と向き合う中で、必要最小限と自分らしい自己図鑑とのバランスに気づきます。例えば、思い出や趣味、シリーズに必要なものは手放さず、自分や家族にとっての意味や価値を考えながら持ち物と向き合うことの大切さが語られています。40代だからこそ感じる体力や綺麗の変化にも配慮し、無理なく続けられるミニマムな暮らしのヒントが満載です。さらに、家族やパートナーシップとの調和。ミニマリズムを一人で実践するのは比較的簡単ですが、家族やパートナーがいる中で進めることは難しいものです。スナックチティはまず自分自身が核不足ない暮らしの心地よさを実感し、それを家族と共有することが大切だと述べています。家族の持ち物や価値観を否定せず、お互いの違いを認め合いながら少しずつ変化を流していく具体的な方法も紹介されています。また、子供の成長や夫婦の役割分担の中で何を残し、何を手放すかを考えることが家族全体のコミュニケーションにもつながることが示されます。そして、心と暮らしの余白を作る工夫、物を減らすことで生まれる最大の効果は、心と暮らしの余白を持てることだと半口真八は語ります。本書では、忙しさや情報に追われる現代人が新聞夜間に暮らすための具体的な工夫が並んでいます。例えば、スマートフォンやパソコンなどデジタル機器の断捨率や毎日のルーティンを簡素化して自分に余白を持たせる方法、リビングやキッチンを整えることで自然と気持ちが整うプロセスなどが写真とともに紹介されています。余白が生まれることで新しい挑戦や学び、リラックスする時間が増え、自己肯定感や幸福感も高められるという具体的な変化についても解説されています。最後に、自分らしい豊かさの再定義。最後に、本書が一貫して伝えているのは、自分らしい豊かさを再定義することです。自見の価値観や他人の気を気にせず、自分と家族にとって
どんな暮らしやものが豊かなのかを見極めていく姿勢が大切だと述べられています。熟者自身の実験力や失敗談も教えながら、物の多活ではなく自分が幸せを感じられるかどうかに重きを置いた暮らし方の提案に共感する読者も多いでしょう。手放すことは使うことではなく、新しい自分に出会うステップであると気づかされ、意味をよりよく生きるヒントが詰まっています。結論として、いるもの、いらないもの、40代ミニマリストの過不足ない暮らしは、物にあふれがちな現代社会で自分にとって本当に必要なものと向き合うことの大切さを教えてくれる一冊です。特に40代からの人生や暮らしに疑問や不安を感じている人、家事や子育てに追われて自分をパン使いがちな人、心と部屋を同時に整えたいと感じている人におすすめです。式用的な片付けテクニックだけでなく、人生をばらつめ直し、豊かさを再定義するきっかけを与えてくれる内容が特徴です。他のミニマリズム本は極端な物件らしゃシンプルさをゴールにしがちですが、本書は自分らしさや家族との関係性まで天陸に掘り下げてくれます。読み終える頃には、物を手放すのではなく、新しい自分を迎える感覚になれ、日々の暮らしに前向きな変化をもたらすことでしょう。今必要なもの、これから手放してもいいものを見極めたい方、家族と心地よい暮らしを築きたい方には非常に有益な一冊です。この本を選ぶことで、自分軸のアルミニマムな暮らしや心の余裕を得ることが神につき、長く人生に役立つ知恵や考え方を手に入れられるはずです。ご支援いただける場合、朝は坂口優子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。